こんにちは、アッキースーさんです。去年の秋に草刈りと剪定をした梅畑に来ています。昨日通りかかったらかなり草が伸びていました。ということで今日は予定を変更してこの梅畑の草刈りと剪定をしていこうと思います。粉砕4枚刃を今日も使っていきます。梅の木にぶつけないように気をつけながらやっていきます。木の周りは後で芋刈りをしていくつもりでいます。去年のつる取りと草刈りと剪定では仕事としてお金をいただきましたが、梅の剪定の勉強をしたくて今年の草刈りと剪定は勝手にやらせてもらうという形にしてお金をいただかずにやることにしました。草刈りが終わったら木の様子を見てみたいと思います。
全面刈り終わりました。木の周りの残った草を紐で刈っていきます。草刈りは以上です。木の様子を見てみます。この辺りは端子はしっかり出ていますね。こっちはあまり勢いがない感じです。この辺は実がたっぷりついていますが、おとといの強風で枝が折れてしまったのかもしれません。枯れてる枝や枯れかかっている枝もありますね。これはあまり種子に端子がついていません。先の方には実がついていますが、元気な状態とは言えないと思います。これも枝が折れています。できるだけ葉っぱを残しておきたいので、今回は剪定は見送ります。もう一箇所の梅畑にやってきました。ここもまずは草刈りから始めます。あまり密度も濃くないし、交換するのもめんどくさいので紐で刈っていきます。急にエンジン回転にムラが出て吹き上がりが悪くなってきました。とうとうエンジンが止まってしまいました。ちょっと機械を見てみます。燃料フィルターをまずは見てみます。だいぶ色が黒くなり始めています。おそらく原因はこれですね。燃料フィルターは予備に1つ持ち歩いているので、この場で交換してしまいます。やりにくいですね。手袋を外します。きっちりはまりました。これで交換終了です。ちゃんと吹き上がるようになりました。やはり原因は燃料フィルターでした。続きをやっていきます。
草刈りは以上です。それでは木の様子を見てみます。この枝も折れています。新芽も勢いよく吹いている感じはしませんね。これは去年の秋に見た時に端子がしっかり生きていたので、そのままにしていた木です。これは端子にも実がついていますね。今年出てきた端子に来年実をつけてこんな様子になるんでしょうね。去年残しておいたところにはやはり実がついています。まだ実が小さいので、おとといの風で落とされたものはそんなにない感じです。これは端子や中端子がそれなりの勢いをつけてますね。でも剪定は今日はやめておきましょう。だいたい様子は分かりました。もう少し勢いがつくまで剪定は見合わせたいと思います。ちょうど時間です。今日はここまで。これで気がかりなところの草刈りはすべて終わりました。明日こそ我が家の敷地の作業をしていこうと思います。では明日も頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。